深いところもいい感じで走れてますね。プリミティアプレイヤーエールです。今回は水中バイクを作ってみようと思います。水の中でも走れるバイクを作って、回転をいい感じに移動してみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、水中バイクのフレームから作ります。こんな感じで、ベアリングのバネを使って、サスペンションが効くようにしたら、ついでに後輪も作りましょう。後輪は、ベアリングの軸とガーリンを、うまく組み合わせることで、部品同士がぶつからないようにして、壊れないように工夫しています。タイヤの部分は、なるだけ丸い形になるように、8本の軸を目印に、小さなプラスチック16個を貼り付けて作りました。いい感じに回ってますね。残りの部分も作っていきましょう。前輪は、基本的には後輪と同じ構造ですが、上にベアリングをつけることで、ハンドルを切れるようにしています。ハンドルを離せば、真ん中の位置に戻るように、ベアリングのバネで緩く固定しました。こちらに運転席をつけたら、とりあえず上に登って、ハンドルを動かしましょう。ちょっとハンドルの位置が低いですね。間にプラスチックを入れて、高くしましょう。ちょうどいい高さです。これで水中バイクの本体は完成ですね。では、ここからは、水中でも使える動力を追加しましょう。エンジンだと、水に浸かったら燃料の火が消えてしまいますからね。なので、懐かしのベアリング動力を使います。こんな感じで、回転する軸に、さらに2つ、ベアリングをつなげたら、片方のガーリンを90度角度を変えて、他のもので固定します。その後、もう片方のベアリングのガーリンも、同じように曲げて、こんな感じで、ガーリン同士をクロスさせてくっつけましょう。これでベアリング動力の完成です。あとは、ベアリングの固定を解除すれば、よし、勢いよく回ってくれました。エンジンよりパワーはなく、回転方向も、物が壊れたり付け外しすると変わりますが、反作用が発生せず、無限に動くのが特徴ですね。早速この動力で、水中バイクに乗ってみましょう。地面をしっかり走った後、水の中に入っていきます。サスペンションが柔らかすぎて、少し動きが止まりましたが、これくらい水深が浅ければ、結構スムーズに進んでますね。そのまま陸地に乗り上げても、転ぶことなく、安定して移動することができました。ですが、水深の深いところに行くと、なんとか進んではいますが、浮力が働いて、タイヤが海底にうまく設置せず、速度もかなり遅くなります。もっとスムーズに早く進めるように、改良が必要ですね。サスペンションに使ったベアリングの距離を離して、バネを固くしたら、後ろに回転する軸を追加しておきます。さらに、こうやってプラスチックを薄く切って、16枚切り出したら、重ねて2枚のプロペラの羽にします。この羽は、60度くらいの角度をつけて、後ろの軸にくっつけましょう。そしてその後ろに、タイヤを回すのにも使った、ベアリング動力をつけます。よし、これで動くようになったので、動かしてみましょう。勢いよく回転してますね。でも逆回転なので、物をつけたり外したりして、回転方向を変えておきました。リアタイヤの方のベアリング動力も動かしたら、水中バイクの改良は完了です。ベアリング動力を2つ使っているので、2つの動力が同時に前方向に動く確率は4分の1と結構不安定ですが、これならプロペラの力でさっきより安定して水中を進めるんじゃないでしょうか。早速乗ってみましょう。すると、おっと、石にぶつかったせいで、プロペラの回転方向が変わってしまいました。このせいで、進むのを助けるはずのプロペラが、逆に邪魔になってしまいます。それでも、水深が浅いところな
プロペラより強いので、前に進んでいきましたが、水深の深いところに行くと、さすがにプロペラの力に負けて、前に進まなくなりました。もう一度やり直しましょう。よし、今度はタイヤもプロペラも、前に進む方向に回っています。浅いところなら結構速いですね。ですが、深いところに行くと、思ったより遅いです。プロペラのパワー不足と、前後のバランスが悪くて、ふらふら揺れているせいでしょうか。それでも普通に回転を進むことができましたが、せっかくなので、さらに改良していきましょう。こうやって、ベアリングの外輪を、ベアリング動力にくっつけることで、回転のパワーを強化することができます。勢いよく回ってますね。早速乗ってみましょう。パワーが上がった分、謎の入れる力が強くなって、水中バイクがグラグラしています。その影響か、水中での安定感がなくなって、あまり速くなった感じはしませんね。もっとちゃんと走れるように、もう少しだけ改良していきましょう。こんな感じで、プラスチックを重ねた整理板を前に追加して、安定性を上げたら、さらにプロペラの方も少し下向きに変えて、角度も45度くらいに浅くしてみました。これで安定感とパワーがさらに向上するはずです。早速こちらに乗って固定を解除すると、よし、勢いよく発進しました。深いところもいい感じで走れてますね。多少グラグラすることもありますが、結構安定して回転を進むことができています。でも、水の抵抗が思ったより強くて、あんまりスピードを出すことはできませんでした。それでも、ハンドルを動かして、自由に方向転換もできますし、今のところ障害物が何もない、回転を進むことができるので、それなりに使える乗り物になったんじゃないでしょうか。でもどうしても、さらなるパワーが欲しいので、プロペラに4枚ずつ、合計8枚のプラスチックの板を追加しました。これでパワーが上がってくれるんでしょうか。早速乗ってみると、おっと、いきなりぶつかって壊れたせいで、プロペラの回転方向が変わってしまいました。パワーが強くなった分、浅さでもプロペラの力に押し返されてますね。でもこれでは進めないので、もう一度乗りましょう。よし、今度はちゃんと発進できました。浅瀬だと、さっきよりスピードが速い感じがします。そのまま地上でしばらく走って、水深の深いところに移動してみると、深いところでも、それなりの速度で進むことができました。でも、やはり水の抵抗で、プロペラの回転が遅いので、水上より速度は出ませんね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。運転席からプロペラは見えないので、普通にハンドルを持って、バイクを運転してるような感じですね。動力のパワーが強くないので、そんなに速度は出ませんが、水中を私が歩くよりは、速いんじゃないでしょうか。動力が止まらないのも便利ですね。でも、そのまま水中バイクを離すと、勝手にどこかに行ってしまいますし、運が悪いと、勝手に壊れてしまいました。それでは最後は、水中バイクに乗って、遠くにツーリングに行きましょう。運転席にホルスターを固定して、固定を解除した後、海中に潜って、なるだけ遠くに走っていきます。回転も坂道はありますが、他に何もないので、地上よりも退屈ですね。ホルスターで固定しているおかげで、手を離しても、普通に進むことができました。燃料がなくなることもなく、ずっと走り続けて飽きてきたので、そろそろ地上に戻りましょう。すると、ドローンに攻撃されています。これは困りましたね。そしてさらに、赤スライムが襲いかかってきました。こんなところで倒されないように、頑張って戦いましょう。水中バイクに乗ったまま、ダメージを与えることができています。そ
そして、よし水中バイクのプロペラが当たって、ハガスライムを倒しました。次は残ったドローンですね。ですが、これにプロペラを当てるのは難しいので、バイクを降りた後、手で掴んで海に沈めましょう。よし、これで完全勝利です。それでは、予定外に始まったバトルのおかげで、お腹も空いてきたので、倒したスライムの肉片を燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた水中バイクさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、また